で我々創価学会っていうのは太陽をそのまま引き上げてんだと。だから一生成仏できるんだと、今のところを読んでもらってなんとなく分かったんじゃないですか、創価学会と他の仏教の人たちの違い。なるほでそこの結果だけ見て池田先生を拝むみたいな感じの人がもしいたとしたら、それも偶像崇拝みたいな感じになって虎先生派と池田先生派みたいな感じで分かれちゃうでしょ、そんなんもうね仏法何にも理解できないのよ俺は。そういうこと言って分断しだしてその弟子同士で喧嘩しだすみたいなことになっちゃう、こうなっちゃう可能性があるってことよ、その偶像崇拝のいけないところっていうか。今回小本ラブ言うてね、前回ねラブ語っちゃいましたけどもラブ語っちゃったねまあでもこうなんだろうね、いいヒント出ましたわ。ただ永遠の仏とか言っててもなんかぼやーっとしてる人間味があんまないような感じがするんだけども、やっぱ永遠の仏っていうものと愛がつながってきたっていう感じがする回で前回はなんか良かったなと思いましたね。そうね、この愛っていうものを感じれるっていうのは、もしかしたらこれ絶対的幸福っていう境界に近づいてるのかもわかんないっていう話なんだけどね、これね。やっぱ愛に満たされた感じだと思うんだよな、絶対的幸福って。幸せな状態ってそうでしょうね。誰かに与えられてじゃなくてこっちから勝手に愛の生命が湧いてくるみたいな、相手が不機嫌だろう関係ないみたいな、そう相手が不機嫌だったらこっちの愛がなくなっちゃうとかじゃない、不機嫌なんだなってなるだけみたいな感じの絶対的愛と言いますか、またぶっ飛んだ返しで申し訳ないですけどなんかちょっとね、ちょっと可能性を感じたっていうことを感じましたんで、そういうの大事。そうですね、そういうの大事。ちょっと報告させていただきましたはい、中入っていきます。はい。絶対的幸福の境界を憲本。須田受領本というのはそういう生き方の転換を教えているのですね。池田、そうです。境外の革命と言ってもいい。虎先生は教えてくださった。我々が金を儲けたい、立派な家に入りたい、丈夫でありたいと願うことは当たり前のことです。それを叶えてくれる宗教こそ真実の宗教なのです。しかし、ただ我々はそれだけを願っておりながら、将来は絶対的幸福境界に入るのです。絶対的幸福などということは、あなた方は願ってはいない。願っていないのに、あなた方はそうならなければならない。誠に嫌でしょうけれども。っていう。この講義聞いたことあるわ。YouTube でありますよ。笑いが生まれて爆笑なんですよ。虎先生の講義ってのは面白いですよ。絶対的幸福というのは、どこにいても生きがいを感じる境界。どこにいても生きている自体が楽しい。そういう境界があるのです。腹の立つことがあっても愉快に腹が立つ。そういう境界ができたら嬉しくありませんかと。相対的幸福だけを願っているのは至上論です。これだけでは根なし草なのです。儚い。すぐに消えてしまう。絶対的幸福が苦情の境界です。そのためには利己主義ではなく公戦流布に勇んで戦うことです。それが本物の信心です。不釈神妙によって生涯の無明を叩き破るのです。そうした分だけ大河の生命が湧く。遠藤、腹が立っても愉快に腹が立つというのはすごい境界ですね。もう自由自在だよね。怒って怒りを表現すればするほど笑いが起きるなんて。わかんねえだからこれを実現してるのは俺はだからダウンタウンだと思ってるんだよね。なるほどね。ダウンタウンの面白いカリスマだって言われてるのは自由自在だからですよ。確かに。ただ思いっきり怒っとるのに、なんかみんな笑うみたいな、爆笑が生まれるみたいな。我々が人間革命した暁には、怒りを表現したら笑いが生まれるっていうことですね、これ。愉快に腹が立つ。虎先生とかはそうですよね。虎先生の講義は大きい声でこうガーって感情を出されるんですけど、全部笑いになるもんな。これはもう池田先生もそうだったと思いますけどね。なるほどね。きつく聞こえてもユーモアを忘れないと。ユーモアになってしまう。結果論ですね、結果論。すごいな。修羅が成仏した状態ですよね、これ。なるほど。池田、これが本当の9階則仏界です。腹が立つのは修羅界、愉快なのは仏界。また仏界則9階で仏界を得たといっても永遠に悩みはある。人生にはいろんなことがある。それをサーフィンを楽しむように楽しんでいくのです。いろんなことがあるから人生は面白いのです。さあ、ここで大事なのは自覚です。実界本能であるから、実界のいずこにいようとも久遠の妙法を信じれば直ちに仏界が湧く。信心の自覚を忘れなければ、たとえ修羅の世界にいようともそこは寂光度です。
牧口先生は極寒の牢獄の中でさえ信仰を一心にするのがこの頃の仕事です。これさえしていれば何も不安もない。心一つの置きどころで地獄にいても安全ですと言われた。反対に信心がなくなれば形の上でどんなに幹部であろうと先輩であろうと心が落ちたら終わりです。真理探求の二条会であれ、権力闘争の白会であれ、信心が輝いておれば全ての振る舞いが仏の知恵と合致してくる。信心がなくなれば醜悪な利己主義しか残らない。これまでも信心を失って落ちていった人がいる。目先の欲にとらわれて。それでは一体何のために毎日受領本を読んできたのかということになってしまう。未来に自分自身が苦しむことでしょう。本当に愚かです。斉藤、信仰が人生が根なし草になってはならないということですね。それはしてということを忘れるなということだと思います。受領本の真髄もここにあります。釈尊自身の師である因果愚痴不思議の一方即久遠願女の仏を示さんとするのが受領本の肝心ですから。ただ経文にはその一方は示されていません。あくまで釈尊の本寺は500人天号という遥かな昔からの仏であるというにとどまっています。池田、だから本願名なのです。九条の釈尊が根源の一方を修行してどうなったかという結果を説いたのが文章の受領本です。しかしどうやってその結果を得たのかという本因は明かされていない。言い換えれば文章の法華経には本尊がないということです。絢爛たる説法が相次いで行われるのに一体結論として法華経は何を本尊とせよと言っているのかわからない。これが古来多くの議論を呼び起こしてきたのです。ある意味で本尊が説かれていないのは当然で、在世の市場は法華経に来て皆成仏してしまうわけです。その人にはもう本尊は何か分かっているわけです。しかし滅後の市場中んずく末法の市場はそうではない。遠藤、そこに本因名の仏法が説かれなければならないゆえんがあったわけですね。ということでね、文章の法華経経文だけ見ると本尊が何なのか分からないっていう、本尊のことは言われていなかったってことだから、だから釈迦仏法っていうのは末法の人間からするとわけのわからん教えにしか聞こえないというねそういうことね、本尊が現れて初めて法華経の経文とかの意味が役立つようになるってことで、末法の人間にとってのご本仏って言われるのは日蓮大聖人だっていうのはそういうことですよ。なるほどね。あと我々がね、よく言ってた、要するに仏界になったら悟ったら難が起きなくなるんじゃなくてサーフィンができるようになるという、で山本君なんかはトラブルはごちそうだっつってね、はい、もう始まる前から言うてたけど、この言ってましたね。仏界の心が当然あったわけですし、それを正しいものとして思考していたというか、結論そういうことだってよかったなっていうね、ただのド M 呼ばわりされるところだった危ね危ね。山本君の言ってることは正しいですし、問題はそれをサーフィンできるかですよね。そうね、実際に事実の上で、そうすると怒りが湧くようなことが起きても、みんなを笑顔にさせちゃうみたいな感じになって、これはもうサーフィンなんですよ、完全なるってことね。お見事って感じ、乗りこなしてると。でもやっぱ我々凡夫なんで、なんかトラブルが起きると周りを暗くさせるような怒り方をしちゃったりとか、愚痴っちゃったりとか、ね、愚痴っちゃったり皮肉言っちゃったりみたいな、逃げちゃったり、ね、これはそうしたくないけど勝手に体がそうなっちゃうっていうか、こっちは笑わそうとしてるのに相手が暗くなっちゃうみたいな、これはもう生命的な境界的な問題だから、これはね、人の不幸は蜜の味なんて言っとるようじゃまだまだってことですね。そんなこと言ってたんですか？そんなこと言ってた？そういうことわざないです。いやあるけどそんなことは言ってないでしょ、山本君。僕は言ってないですよ。そういやそれはちょっと耳っちいなと思っちゃう。今のだからことわざみたいなやつ、それはもう煩悩ですよね、完全に。煩悩だよね。煩悩から生まれた、煩悩の生命から生まれた言葉という、確かにね、愚痴ってると楽しいっちゃ楽しいからね、共感は生まれやすいですよね。分かるよ、言いたいことは分かるけど、それが何ってなって、じゃあその思ってること本人に言ってあげてとか、改善しようとか、そっちに行に移らないんだよね。それもだからサーフィンできる生命力があればそういうこともできるけど、っていうね、サーフィンするには生命力が必要です。こうね、知識ベースといういい板を手に入れましょうよ。乗りこなさんといかんでね。でかい板の方がサーフィンしやすいからね。
あんまでかすぎるとあれだけど、うんやったことある？見たことはあります。見たことあるいや、好き、サーフィン。僕横乗り好きなんで、はいいろいろ今でもスノボやりますし。よその延長で人生のサーフィンをしてください。っしゃいきます。はい因果1年の週の宇宙大のスケール。池田、例えて言えば文上の九条の釈尊はたわわに実った果物のような姿です。その果実の姿は素晴らしいが、それをもたらした種子は経文の表には見えない、隠されているわけです。果実の中の種子を示すのが門弟の仏法です。この点は今後も様々な角度から論じることになると思うが、先ほどの因果論から言えば、大聖人はご自身の本因名の仏法を因果一年の週と仰せです。須田因果衣装の週方便言教。因果同章の週法華経釈門。因果病状の週法華経本門に対する因果1年の週ですね。池田、問題は病状の週と一年の週の違いです。文上の本門では釈尊の一心に仏界、果と球界、因が共に永遠に備わっている病状と言っているだけで、そうならしめた本因は説かれていない。その本因とは因果具事不思議の一方です。釈尊が主としたこの本因を直ちにそのまま説くのが本因名の教主です。日蓮大聖人はその教主はそれがしなりと宣言されています。遠藤106箇所の我らが内証の受領本とは脱着受領の門弟の本因名のことなり、その教師はそれがしなりのところですね。池田、この本因名の妙法こそ法華経の受領本の門の底に秘し沈められた三世諸仏の本尊であり、真の一年三千なのです。この一方こそ本因であり、同時に本願でもある。仏因と仏果が同時です。仏果、仏になると言っても、仏因、信心が誰よりも強い人になるという以外にないのです。信心、仏因が即そのまま仏果なのです。信心そのものが仏界なのです。信心の一年に仏因も仏果も具足しているのです。斉藤、それが因果1年の週ということですね。池田、主上の側から見た因果一年の週の意味と言えるでしょう。その根底は全宇宙を我が色心とする無視の本仏の一年に本因本願が備わり、実界の三千諸法が備わっているということです。その意味で門弟の一年三千というのは全宇宙的なスケールになってくる。釈門の一年三千は球界の凡夫の一年に具する三千を示そうとし、本門の一年三千は釈尊という仏個人の一年に具する三千を示そうとしているとも言える。どちらも個性の上の一年三千です。それに対してそういう凡夫も仏も実界のありとあらゆる主情を打って一丸として一個の大生命体の権限であり、その本仏の一年に具される三千諸法であると見るのが門弟の一年三千です。三世諸仏を仏たらしめた真の字の一年三千とはこの門弟の一年三千なのです。須田、目がくらみそうなスケールですね。ああ、難しいこと言ってたみたいな超絶メタ認知という風に聞こえましたかね。そうね、だいぶ落ち着いてないけどやっぱ大事なことはこう法華経と日蓮仏法っていうのはやっぱ分けられるんですよねっていう。末法の我々の市場からすると、やっぱ釈門も本門も、どっか足りてないというか説明がしきれていないというかいう感じになるんですよ。結局病状の宗、因果病状の宗って言われてたところで文上の法華経はそこで終わるんですけど、理論を教えてもらっとるみたいな感じっていうのがね、因果っていうものが一緒に並んでますよって常にっていうことを言ってるけど、じゃあそれはどうしたらなんでそういう風になったのかっていうその原因、本当の原因という本因を明かしてないっていう、結局は1年
陰が1年の週って言いますが、この1年っていうのは新人ですね。これ実践の中でしか本因本我の因が病状にならしめる原因は現れてこないし、もうその1年の中に、ぶっ飛んで聞こえると思いますけども、その1年の中に10回のありとあらゆる市場を打って一丸として一個の大生命体というようなもう1年3000って言われるものがこう引き上がってくるというね。むずでも1年っていうか、この年っていう感じがもうなんか全てかなっていう気もしちゃうっすよね、今の心ですもん。あなた一人の今の心をどう解釈するか表すかみたいな、なんかそんなイメージでいいのかなっていう、それをなんかばっかでけえスケールでこういろんな説明をいろんな角度でしてくれてるっていうのが、まあ法華経なのかなっていう、結局もうめちゃくちゃ現実に即してる話であって、今の1年のとかのが結局一番大事だっていうような話だし、そのあり方、それで大丈夫っていう気づきを投げかけてくれたりもしてるっていうことでもいいんでしょうね。いいですね。その1年の中に一切が含まれてますよっていうことを言って、その一切っていうのの範囲がめちゃくちゃ広いっていうか、とんでもないスケールなんですよ。そうね。それを説明するためにこういうぶっ飛んだように聞こえるような表現をされてますけど、全てが含まれてるその1年って言われてもはあっていう感じでいまいち想像できないから、こういう表現をされてる。念じると。だから一人一人のその1年っていうものにものすごい可能性が秘められてるというね。っていうことを言いたいんだよね。いう捉え方で一旦先進みましょうか。はい。本因名とは太陽の仏法。池田、例えて言えば門弟の仏法は太陽です。本門の説法は太陽の光を反射して輝く月です。釈門の説法は池に映ってほのかに光っている月かもしれない。斎藤日蓮大聖人ご自身の本因名の仏法を太陽に例え、釈尊の仏法を月に例えられたのは、本門の上からも深い意味が考えられるわけですね。池田、三世の諸仏は一仏も残らず、皆この太陽を腰に昇らせて成仏したのです。私どもは月とか星を見て太陽の光を思い巡らすのではなく、日々妙法を唱えてこの太陽を直ちに腰に昇らせている。須田、略行修行ではなく、この今世で一生成仏できるということですね。池田、そう故に日蓮大聖人は妙法を唱える人はやすやすと仏になるべし、釈迦同等の仏にやすやすとならんこと疑いなきなり、釈尊ほどの仏にやすやすとなり候なりと繰り返し仰せなのです。これこそ本当の仏教の人間化です。なんと素晴らしい仏法であろうか、なんと素晴らしい私どもの人生だろうか、なんと素晴らしい宝を大聖人は人類に与えてくださったことだろうか。いうことでございまして、結局本願の姿を表しているのが十両本、で、自分は本因を実践した結果、本因をしたからこういうことになったんだっていう話なんだけど、その本因っていうものは明かされてないっていうところですね。で、法華経にいろいろ出てくるなんとか仏なんとか仏とかいう仏たちもその本因、太陽に例えてましたけども、その太陽を引き上げて、太陽を引き上げた結果得た大境外のキャラクターっていう感じで出てくるわけで、でその我々が中心にすべきは本因であってっていうね、その大境外のキャラクターってを本因にしちゃダメだっていうことですね。その月を本尊にしちゃってるようなことだから、その月は太陽によって光ってるからっていう、そうだからもうそれはめちゃくちゃ時間かかるよね、そんな、時間っていうかずれてるよねっていう。ただそれが分からなくて月を本尊にしちゃってるような宗派もあるっていうことですよ。なるほどね。その大境外のキャラクターみたいなのに拝んでる、仏像偶像崇拝みたいな感じになっちゃうっていうのは、それ月を拝んでるんだよっていうことになる。で、我々創価学会っていうのは太陽をそのまま引き上げてんだと、だから一生成仏できるんだと、いうことを言われてる。今のところを読んでもらってなんとなく分かったんじゃないですか、仏教の創価学会と他の仏教の人たちの違いっていうか。なるほどね。本筋を見るか見ないか。目に見えるものの方が拝みやすいというか、なんつうか、分かりやすいっすよね、確かに。
進行しやすいとかあるのかもしれないけど、うんそういう人たちからするとなんで文字に向かって拝まないといけないかとか、そういう話のことを言うのかもしれないけど、何を表現してるかっていうね、その奥を見ていかないといけないっていう。何でもそうだよね。本質を理解しようとしないとね。だって偶像崇拝はダメだって言われてたね、某有名な宗教ですらそういうことだもんね。言いたかったことはそういうことじゃねえからみたいな、いろいろ論争もあるし、やっぱり本筋とずれてるから争いも起こるんだろうし、でも本筋を見失ったからこそやっぱそういう争いが生まれてきたり、理解が浅かったりすると、そういう勘違いだとか思い込みだとか、っていうのを生まれてくるっていうのは、歴史が証明してるなっていう印象ですけどね。本当に極端な話ですよ。極端な話だけど、池田先生の大教外、池田先生たらしめたのは本院を実践したからですよね。そういうことです。その結果だけを見た池田先生だって若い頃は大教外ではなくて普通の青年だったわけで、その時の池田先生と出会っても池田先生の弟子にはなろうとしなかったかもしれないし、とか、その結果の大教外の池田先生を見てるからこう崇拝するような感じの人たちもいるわけじゃないですか。でそこの結果だけ見て池田先生を拝むみたいな感じの人がもしいたとしたら、それは違う。でももう偶像崇拝みたいな感じになって虎先生派と池田先生派みたいな感じで分かれちゃうでしょ。そんなんもうね、仏法何にも理解できないのよこれは。ってことだよね。牧口派とかそういうこと言って分断しだして、その弟子同士で、喧嘩しだすみたいなことになっちゃうっていうのは極端な話だけど、こうなっちゃう可能性があるってことよ。その偶像崇拝のいけないところっていうか、現にそうやってなってるところでいくらでもあるやんね。これ事実かどうか分からんけど、聞いた話だけだけど、なんか創価学会池田派みたいな感じなんか知らんけど、なんか分かれたりみたいな、あんの？なんか誰かから聞きましたけど、なんかもう戸田派とかなんとか派とか分かれだしたらもう終了なんよ。終了だね。あるんだ。怖っ。やばいじゃん。だから教学を学ばないといけないよねっていう、我々は本院を実践する団体だから、そういう気のある人はどうしてもいるよね。過激的な感じ、池田教って言っちゃうとちょっとあれだけど、創価学会にもいろんな人たちがいるので、そういう団体がもし、今後生まれるかもしれないけど、ちゃんと見抜ける人がたくさんいないといけないっていうことですよね。そうね。なんか寂しいな。教学がしっかりやれてなかったとしか言いようがないけどね、俺から言わせれば。なるほど。っていうことなんで、この本院を実践できるようにしてくれた日蓮っていうね、今までは歴史的な人物として日蓮と捉えていたかもしれないが、それを表してくれたからってことですよ。我々学会員が大聖人っていうのはね、聖人の中の聖人としか言いようがないってことですよ、これは。そうだよね。 SDGs の塊ですからね。もう未来万年の人たちのために残したっていうことなんで、すごい仕組みを残してくれましたよね。言語化してくれてっていう。めちゃめちゃ助かったんですよ今風に言うと俺なんかはめちゃめちゃ助かったって感じなんですけど、すごい影響力。ありがてえ。だから釈尊から仏教は生まれたっていうふうに一般的には思ってるかもしれないから、釈尊を本仏みたいに置く人たちもたくさんいるんだけど、仏教を信仰してる人で、こういう今のところを学んだ理由があって、末法のご本仏って言いますやん、末法のご本仏、我々にとってのご本仏ってことですよ。末法に生きる我々にとってのご本仏は日蓮大聖人だっていうことを言ってるわけですわ。そういうことね。っていうところで、この歴史の日蓮っていうのを学ぶのも大事だけども、この歴史上においての意義ですよ。日蓮っていう人物がご本尊を表したことの意義、これについてはこれからじわじわ学ぶことになると思いますよ。じわじわ。今まで結論的なことをガンって言われるから入ってこなかったところもあったと思うんですよね。日蓮大聖人とかって大聖人って呼ぶこと自体がなんかこうやべえやつらみたいな感じで思うっていうのはあると思いますし、もうこれもかつてはあったからね。なるほどね。その意義が分かることが分からないと、やっぱ大聖人ってなかなか呼べないですよね。
大がつくのは学会員ぐらいだみたいな話も聞いたことあるんですけど、ああ日蓮宗とかは日蓮聖人って言ってるからね、本仏を釈迦に置いてみたいな、まあいろいろあるんだろだからかなりと月拝んでんだ。う。そういうことね。ああでもその日蓮聖人の仏像みたいなのに拝んだりもしてるしっていうね、それもまた違う。ご本仏だからって言ってその仏像に拝むとも違うんですよ。そうだね。あくまでも本尊は本院の仏界だ。南無妙法蓮華経でございます。日蓮大聖人という人間を拝む、人間だけを拝むとかではないっていうことで、もちろん感謝はせないかんけどね、学ぶべきところはすごくたくさんあるっていうことで、民法一家として捉えるわけですよ。まあね、これもまたむずっおいおい話していきますが、はいまあ、日蓮大聖人の捉え方もこれから学んでいきましょうということで、はい今日はこの辺で、はいあっちょっと、おつもと